どうも皆さん、カイトです。スタイリッシュ 2D アクションアンソールドをご存知でしょうか。こちらは2021年11月17日にチームにて早期リリースされ、2022年4月29日にチーム Xbox、Nintendo Switch でリリースされました。早速一般で新エンディングまでクリアしたんですけど、エルデストソウルを放出させる高難易度アクションでしたね。あの悪夢が蘇るような難易度であり、 2D ドットながらもスタイリッシュにテンポよく敵を倒していくのは爽快であり最高でした。今回はアンソールドというおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずジャンルになるんですけど、ソウルライクなスタイリッシュ 2D アクションになります。魂を吸収する能力を持っている亡国の王子が霊兵という名の死者に埋め尽くされた世界の秘密を単身で暴きに行くっていうお話。めちゃくちゃ好みの 2D ピクセルアートが非常に美しく、それに掛け合わさってのテンポがいいスタイリッシュな戦闘ができます。ステージ構成も様々で、草原から船、砂漠、中国神話などを堪能できます。攻撃は通常攻撃をベースにコマンド入力になって、初期のチュートリアルで色々叩き込まれますが、全部の操作ができなくても俄然進めていきますので無視って大丈夫。基本はガードもしくはパリをしつつ素早く近づいてバッサバッサと切り倒していきます。レベルアップに関しては女神像でソウルをぶち込んでスキル自身に永続バフ強化をかけていきます。こちらは体力と通常攻撃に連振りが後々余裕が持てましたね。アイテムの概念がないんで、回復としては壊れる前の女神像での全回復、敵を倒した時に出る緑の魂を取り込むことで回復します。スタミナゲージタイプなのでダッシュしまくると自動回復が追いつかないので注意してください。攻撃しても少し減ります。ボスを倒すと特別な魂を得得することができ、戦闘では有利になるものばかりなので装備してバシバシ使いましょう。一定時間ダメージ無効のイスコーズの魂が終盤まで使えます。ちなみにこちらが体力ゲージで、こちらがスタミナゲージ。これがソウル特殊攻撃を使った時の残りゲージで、これがソウル技が使える回数ですね。進んでる途中でコマンドアイコンが表示されるギミック、ソウルフォーカスブレイクもあるので若干のパズル要素もあります。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力になるのですが、スタイリッシュなアクションが堪能できる。冒頭から主人公がサクサク動いているのを拝見してると思いますが、マジでスタイリッシュな戦闘がほんまにおもろいです。いかにダメージを食らわずにチェーンをつなぎながらタイミングよく倒していく、カウンターでの硬い敵の処理などは爽快感しかなかったです。ですがあまり調子に乗るとがっつりと体力持ってかるので気をつけて。私も何度もなんでやねんと結構叫びました。基本的には3連切りが主になると思うんで、胃の一番にスキルをマックスにしておきましょう。ボスにも型にはまれば一気に倒せることもあるんで、スピード感合わせて飽きることはなかったですね。2、ボスとのバトルがダイナミック。ボスの難易度は一般を選んでもめちゃくちゃ強い鬼難易度なので先に言っておきます。王国の王子、一般、マスターソウルが選べます。各フロアごとにボスがいるのですが、 2D ながらもオーバーモーションでの戦闘がめっちゃおもろいですね。特殊グラフィックを存分に使っての攻撃、全範囲でのギリギリ避けれるスペースダッシュ、一度ハマったらガチで抜けれないコンボラッシュなど余すことなく楽しめます。攻撃パターンが把握できても不意にダメージを食らってしまって取り返しのつかない状態になっていくのも高難易度の部類に入るかなと。個人的には血の涙ルーが病的に強かったんで、勝てたのは結構奇跡に近かったです。不意に投げてくるキセルの遠距離からダッシュ切りがマジで頭抱えましたね。最後はソウル爆発オンパレードで倒しましたが、ボスは出現するたびにオーバーな登場の仕方が戦闘意欲がそそりました。3、徐々に明らかになるストーリーが秀逸。主人公の復讐というのが念頭にあるため、アミという元凶を撃つまでが物語であり、各地で霊兵を作っているのを始末しながら徐々にストーリーが分かってくるのが面白い。途中で箸休めのように忍者もどきの女性が状況を説明してくれるのも良かった。本来なら 3D で表現しそうな場所も 2D のピクセルアートにこだわりまくってるのが伝わり、徹底的に世界観を壊さないようにしてたのも好印象でした。4、
クリア時間は10時間、通常エンド、トゥルーエンド合わせてのクリア時間は10時間ほどでした。また死者の魂を全て得得してのソウル解放、スキルゲージマックスを目指すんであれば20時間ほど見ておけば良いかなと。トゥルーエンドの生き方がよくわからない人が多いかもしれないんで、簡単にヒントを出しておくと、井戸を壊して井戸に落とせ、そして中国神話の開かない扉を開けようという感じです。よかったら試してみてください。以上になります。復習者がスタイリッシュに戦うソウルライクアンソールド。初めのチュートリアルのコンボ練習が嫌になるかもしれませんが、無視して始めたら最高に面白いのがこのゲーム。本番で慣れるのが一番手っ取り早いので、早々に始めちゃいましょう。よければ皆さんもスタイリッシュに礼兵を借りに行きませんか？きっと理不尽なボスが出た瞬間にメンタルとの戦いは間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。